ウナ整う。お願いします。失礼します。はじめまして。はじめまして。ウルファロンです。お願いします。奈良です。お願いします。どうもはじめまして。はじめまして。よろしくお願いいたします。まあもう皆さんご存知の世界一強い男という。いやもうウルフさんです。よろしくお願いいたします。メダル取らはった時もう何年前ですか？もう4年前ですね。2021年なんで。2021年。あの時は何歳ですか？あの時は25歳ですね。25歳。いや俺もう真っ先にこれ聞きたかったけど、いつ俺強いって思ったの？なんか周りよりはでかいなっていう感じだったんですけど、強くなかったんですよ、柔道自体は。でいつ強いと思ったかっていうよりは、いつこの競技だったらそのうちトップになれるなと思ったかみたいなのはちょっとあるかもしれないですね。ああ、それ何歳ぐらい？それは中学3年生ぐらいですかね。の時に、柔道でこれトップなれんちゃうかと。これをもっともっと本気で臨んでいったら、まずは日本一にはなれるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。中3で中学校の2年生ぐらいで柔道にやっと本気になったんですよ。小学校1年生で柔道を始めてはいたんですけど、中2の途中ぐらいから一回本気でやろうっていうふうに自分で決めて1年頑張っただけで関東2位とかまで行けたんですよ。で自分の中でもちろんなんか成長期が重なったとかあると思うんですけど、なんかもっともっとこの競技突き詰めていきたいなっていうふうに思えたのはやっぱあの段階だったかなっていうふうには思いますね。まあ俺らの時って、うちもそういう格闘技とかに力入れてる高校やったりとかしたんですよ。柔道でいうところの名誉八段みたいな人が、名誉八段みたいな先生もう亡くなったけど、警察官とかがもうものすごい多い高校で、なんかイメージありますもんね。なんかその柔道をやってる警察官多いイメージ。多いだから俺らの時代はまだこう悪さしたら警察官に道場来い言うて、一方的に投げ続けられるっていうあれ何やったんやろ昭和。いやもうそれが嫌で悪さしなくなるみたいなことを多分望んでたのかもしれないですね。そういう環境だから、俺らの時って柔道とかって好きなやつもみんなやめていくの。もう嫌で、もう練習でその楽しくない言うて、今の若い人たちってすごいこう柔道を楽しんでる感じがして、なと思って、だからどんどん強い選手が出てくるんちゃうかなとは思ってんねんけどな。なんかもうやらされる練習みたいな時代は結構終わりつつあるかもしれないですね。もしかしたらそのやらされる練習をやらないと強くならなかった、やらされる練習じゃなくて練習がやれなくてその場合強くなった選手も多分いると思うんですよ。それをやんなきゃ強くならなかったはずの人間はおそらく今強くなれてないと思うんですけど、逆に言うとそうじゃなくて自分で考えて1から10まで自分で作り上げなきゃやれなかった人間たちが今こう強くなってきてる感じですね。でやっぱそういう人たちって自分で考えてやってるんで、もちろんきついとは思ってると思うんですけど楽しみながらやってるんですよ。そういった人がやっぱ増えてきてるかなっていう感じはしますよね。なんか頭いい人が増えたみたいなイメージすごいあるな。なんかまあ時代としてもなんか結構ネットが発達したりとかして、動画研究とかも増えたんですよ。昔の時代でもそれできないじゃないですか。今はなんかその論理付けできるその理由みたいなものもこう周りにいっぱいあるんで、そこにこうくっつきやすくなってるんですよね。動画見ながら相手の弱点見ながらとか、自分の動画見ながら自分の長所短所見ながら、そういうふうに研究もしていけるんで、そういうふうな論理的な頭を使う人たちが残ってるふうな感じがしますよね。もうメダル取ったらもう悠々自適というか、のんびりでしょ。いやもう今あれですよ、先日新日本プロレスの方に入団したので、毎日練習ですね。月曜日から土曜日まで練習やって練習せんねや。あれ新にじゃ入って入りましたね。新練習生で入った人は練習せなあかんやろけど、メダル取ってんのにもうすることないやん。いやまあ練習生ですからやっぱりこう基礎がないんで柔道の基礎はありますけど、プロレスの基礎ってやっぱ違うので、受け身はでもめちゃくちゃうまいやん。いやでも受け身も違うんですよ本当は。違うの？いや僕もある程度一緒なのかなっていうふうには思ってたんですけど、その後ろ受け身とかが本当違いまして、こうなんか柔道の後ろ受け身ってこう後ろに倒れるじゃないですか。プロレスの後ろ受け身は抜くんですよ、こう足を。だからもうただ今の体の状態でプロレスやれるみたいなことではないんですよ。そうなん、塗り替えなあかんねや。20年近くやってたやつ塗り替えるってなかなか難しいやん。なかなか難しいですね。その無意識にやっても無理なんで、もう意識的にその柔道の動きを体がしないようにこうずっと考えながら動く感じですよ。なんかただ無意識に受け身、
そう受け身取ろうとすると後ろ受け身柔道みたいに取っちゃいますし、あ、そうなんや。で、まあ今新しい環境になりまして、はい、ここに来たら相談乗ってもらえるっていう。ぜひぜひぜひ。やっぱりステージのたくさんの方とこうお話ししてきていくっていうのがコミュニケーションみたいな部分ではかなりトップレベルだと思って、そういったところでちょっとお聞きしたいことがあって、今こう練習生として僕も今新日本の道場練習やってるんですけど、その周りの練習生の方たちが、まあ言ったら高校卒業してすぐの子たちとかなんですね、だからまあ20前後ぐらいの子たちで、僕も今29なんですよ、でまあ10個ぐらい僕の方が上っていうところで、まあただ僕の方が入門は後なんですね、だから僕も一応稽古っていう感じで話してて、で練習生の方たちも僕に対してためること多分難しいと思うんですよ、敬語で話してくれてて、この距離感ずっと縮まんないんですよ、この距離感をなんとかしてもう少し縮めたいなっていうふうに思ってるんですけど、どうすればいいですかね。吉本は関係ないもんな。吉本は年齢関係ないんですよ。あ、そうですよね。入った順番なんで、だからジュニアより年上の後輩もおる。そうですね。でもジュニアには敬語。プロレスもおそらくそうなんですよ。ああ、じゃあ入門中なんですよ。で僕が一番最後なんで、僕は敬語使ってるんですけど、ウルフっていうやつが一人現れたらいいだけなんだよね。だからちょっとお前明日がちょっとすいませんウルフって呼んでくださいって誰か一番言うてくれそうな人にお願いしてみたら、もう確かにそうですね。一人そうまず一人絶対言うてくれる。もうこれもちょっときついんですよ言って。確かにそうです。誰か一人一回ウルフの会を開いたら、ウルフの会もうみんながウルフって呼ぶきっかけとなるパーティーを、パーティー、ウルフパーティーを、ウルフパーティーですか。夜通しウルフパーティー、みんなでウルフのことをウルフって呼ぼうっていう。こっちからだからお願いすればってことですね。そうこっちもなんかちょっとそれ言いにくいところあったので、それいいきっかけになると思うけどな。そうですね。18歳の高卒の子でどれぐらいの練習するんですか。どんな具体的に。いや具体的に言うともうみんな同じ練習メインにはなるんですけど、まあ朝の10時から始まって、まあ準備運動をまあ10分15分くらいやって、そこから基礎トレっていう基礎トレの練習の時間に入るんですけど、まあなんか多い時だとなんかスクワット500回とかかなとか。朝一は午前中にスクワット500回だよ。午前中やで。あとなんかまあトランプみたいな日があって52枚をこう2個に分けて、でまあそこにはまあ数字が振ってあるんですよ。トランプの数字じゃなくて別で数字が振ってあって、こう片方ずつね振っていくんですね。でこっちの1個の山札が下半身系のトレーニング、もう1個の方がプッシュアップ系のトレーニングで、この出る目の数字のまあスクワットとかジャンピングスクワットレッグランジとかをやってすぐ次こうやって上半身のすり上げなのかプッシュアップなのかをやってみたのを、トランプ全部引き終わるまでインターバルなしでそれとかしかも回数とかも13までとかじゃなくて20とかなんですよ。で多いと50とかもあって、それをやり終わるまで引き終わるまでやるんですけど、それだけでもう大体 2,30 分かかるんですよ、終わるまで。すごいな。終わったらそこからなんかデッドリフトやったり、なんかまあサーキットトレーニングやったりとかして、まあ、1時間40分ぐらい基礎のそういったそれが基礎。これ基礎のまあだから体力をつける基礎トレっていうところで、基礎トレというのは基礎の動きを身につけるんじゃなくて、基礎の体力を身につけるための体力トレーニングです。でそれを1時間40分ぐらいやってからマット運動に入るんですよ。でそこからリング上がれるみたいな感じですね。もともとプロレス興味あったんですか。もともと大学生ぐらいの時からもうテレビとかでもずっと見てまして、そうなんや。でもオリンピック東京終わった後とかに解説とかも何回かさせてもらったりとかしながら、大学生の時はもう柔道でなんか結果全て残したら出したらもうやり残すことなくなったらプロレスやりたいなっていうふうに考えてたんですよ。そうなんや。でまあ東京オリンピックが終わって、まあ、段階で本当は全ての目標達成はしたんですけど、なんかぬるっと次のオリンピック目指すっていうふうな感じになっちゃったんですよ、自分の中で。あそこがまあ自分の中ではまあ良かったのか悪かったのか、まあ、ちょっと分かんないですけど、まあそれでもパリが終わって、まあそこで自分の気持ちに目処がついて、その時にやっぱプロレスやりたいなって気持ちがもう一回出てきたんですよね。なんでやっぱそこは正直にやってみたいなっていうふうに思って。俺ちょっと聞いてみなさい。俺が世界で一番強いんだって証明できた時の気持ちってどんな感じなんやろ。どんな感じなんですかね。それまあもちろん達成感とかこういろいろあるんやろうけど、例えるならば、
どんな気持ちでした？でも柔道優勝した時はでも世界一番ってよりも、なんか本当目標達成されて、そういうことか、なんかその俺が世界で一番強いんだみたいな感じには確かに思わなかったですね。なるほど。オリンピック優勝するっていうのをなんか最後の目標にしてたので、最大の目標にしてて、でなんかそこまでこう分かんないけどとりあえずこうだろうなああだろうなって思いながら準備するじゃないですか。で全て終わってみて優勝した時になんかその自分がこう通ってきた道を振り返ってなんか正しかったんだっていう風に感じれた時にすごく僕は報われたなって気持ちになったんですよ。なるほど。はい、なんかそこでしたね。そのなんか俺が世界で一番強い男だみたいな感じってよりはなんかやってきた自分のこの道のりになんか感謝しましたね。一回寝て次の日の朝起きた時が一番気持ちいいっすよ。なるほど。いやオリンピックとかまでってずっとオリンピックの夢とか見るんですよ、夜に。でオリンピックで優勝する夢とか負ける夢とか見て起きたら現実じゃないじゃないですか。うわ夢だったかってなるんですよ。でもオリンピックで優勝した次の日の朝は夢じゃないから、もうあれはやっぱなんか何とも言えないなんですかね、なんか爽やかな朝でしたね。本当に最高に爽やかやわな。最高でしたね。まあ俺らも死ぬまで味わうことができへん爽やかな朝やけどやっぱりそのオリンピック戦う結果出るまでは、負ける夢も見ますやん。負ける夢見ますね。チャンス大城さん、R1 グランプリ出る前日に夢の中で、2分かな、ネタ時間2分間舞台に上がってきっちり一言も噛まずにやり終えた、そしてバカウケしてるっていう夢を見張ったそうです珍しいなって。大体みんな失敗してめちゃくちゃうまくで上手にできた夢見て目覚めはったそうです。めちゃめちゃ気持ちいいじゃないですか。気持ちいいっすよね。でもそっか、芸人さんはネタが出てくるんだ、夢に。そうです一緒ですね。一緒ですね。仕事ができる。仕事でね同じことやと思います。ではでもほんまありがとうございました。ありがとうございました。